実家がやっぱ牛飼いをしていて、小さい頃から18年間ずっと部活もせんで、家の手伝いばっかりで、そこからやっぱもう自分も牛飼いしたいなっていう思いが小さい頃からあって、牛の命をもらって僕たちも生きてるんで、その牛の持ってる能力を最大限に引き出せるように育てて、美味しいお肉になってもらわないと牛にも悪いと思うんで、みんなに喜んでもらえるような肉牛作りを目指してますね。やっぱり川上君がおってからすごく向上しましたよ。もう信用と信頼とその子に任しとく。やっぱりその心が動物に伝わらんといいものはできませんね。牛を食べる時に牛ちゃんいただきますって言うてから食べてます。感謝の気持ちでいただいてます。おはようございます。やっぱ成績出て、やっぱその協励会でもチャンピオンとかいろいろやるとやっぱ気持ちいいですよね。やっぱそこが一番結果が出るんで、やっぱ普通の毎月出してるんですけど、その成績も大事なんですけど、やっぱ協励会とかに目つけられる方がやっぱすごいんだなっていう、なかなか簡単に取れるもんじゃないんで。これ一昨日やった大会でさ、僕らのところはこれです。名前が5頭。条件としてはもう英語の12番。歌詞がついてないことが条件ですね。こうやってももに割除とかあるんですけど、こういうのもチェックして、こういう歌詞がないあれで審査です。もう来たんちゃうかな。やっていこうか。他の人は来たんちゃう。やめて。来い。810キロ。もう抜群ですね。いいっすよ。これぐらいないといかんっすね。8時間ぐらいずっと東京まで行くのに立ったりするもんで、やっぱ足も疲れるじゃないですか。そうするとやっぱ足だけを冷やしとけば熱持たないもんで、足だけ水打ったらやっぱ人間でもずっと叩くと足疲れるじゃないですか。で冷やしとけば疲れが多少は取れる感じがしますよね。なるべくストレスを与えないように、トラックも狭いんで、無事にここまでね健康に育ってきたことが一番嬉しいですよね。あとは無事に東京に着いて、無事にお肉になってくれることですよね。ちっちゃいやつでも230、40キロとかでもやっぱ800キロとかになるやつもいるし、個体差はバラバラですよ。ある程度伸びそうなやつを買ってくるんですけど、体型と形で見て選びますね。顔も大事ですね。顔が大きい牛はやっぱいい牛ですよね。このおでこが広いじゃないですか。で口が大きいとやっぱその分食い込むんで、血統によっては顔もみんな違うんで、特徴の顔があるんで、馬みたいな顔もあるし、いろんな顔があるんですよ。表情も大事ですよ。調子が悪いと顔つきが変わるんで、だから見回るときは顔つきを見てやると、こいつ調子悪いなっていうのはすぐ分かりますね。牛は喋んないんでね、顔でもう見るしかないですよね。あとご飯の食べ具合だけど、なるべく食べさせるようにっていう感じで、環境をよくねしないといけないですよね。牛が喜ぶところを教えますと、顔つきがやっぱ変わるんで、見てさ、気持ちよく顔をムシムシするんだ。こっちやってもムシャムシャしないんです。あんまりこっちでやるとムシャムシャするんですよ。気持ちいいんですよ、こっちが。これ塗っとけばもう東京に昼頃着きますよ品川にね毎週一応出荷があって、
金土日ぐらいでだいたい牛を決めて水曜日出荷って感じです。金曜日屠畜して、で月曜日競りにかかって、でお客さんの元に行って、こう自分のお店のところと東京だけでだいたい2、30頭、月末になるとやっぱ50、50で、まあ11、12がやっぱ100頭ぐらい出荷しますね。だいたい450前後ぐらい出荷しますね、全部で。いいお肉になってくれなっていう思いですよね。だからやっぱ感謝ですよね、牛に。僕らはこれを食べて生きているんで、だから食べ物を大事にしないとね。次はまあ見回りして、でまた餌やっていこうかな。一段落してから休憩ですかね。食ってる牛とか食ってない牛をもう必ず見ていかないとね、ちょっと水が汚いとダメ。だいたいね、いい牛とか調子が悪い牛とかだいたい把握はしてますね。昨日の餌が残ってないが条件と、あと毛艶とかと、あとこっちにビタミンを入れてるやつが日付が書いてるもんで、それと照らし合わせながら、よっぽどやばいやつはこうチェックしてビタミンを入れたり、そういう対応もするんですけど、こういうやつとかも食ってないですよね、あんまり。昨日の餌が残ってるもんで、こういうやつはまあチェックしていくって感じですね。ビタミンが足りてなくて餌を食べてないのか、それとも発情して餌を食べてないのか、いろいろパターンがあると思うんですけど、そのパターンを見分けながらよく見てますね。牛の表情だったり姿、下痢をしてたら胃腸の調子が悪くて餌を食べてないとか、いろいろあるんで、その牛舎と牛を見ながらやっぱドキドキですよね。昨日やっぱ元気でも朝ダメだったっていう時もあるんで、でその見回りして助けれるっていう時もあるんで、元気で全部会ってくれよっていうぐらいの思いで見回りですね。やっぱ健康に養うことがやっぱ一番美味しい肉になるのかなと思いますよね。不健康じゃなくて餌をたくさん食べてもらって太ってもらってやるとやっぱ美味しいのかなっていう。一切れじゃなくて何切れでも食べれる肉が美味しいと思いますね。そういう肉をね目指してますよね。ちっちゃい牛と大きい牛の餌は全然違いますよ。だいたい僕らは導入して、でそこから5ヶ月間は前期の餌、それを5ヶ月間ぐらい食わして、5ヶ月以降からまあ後期っていう餌をあげるんですけど、その後期の餌をずっと仕上げまでずっとあげますね。入ってるものがちょっと違うもんで、前期後期であんまりビタミンは入れないように、子牛の段階は逆にビタミンを切る、中に霜降りを入れるために切ってるんですけど、導入から1年ぐらいはもうビタミンは入れないですね。なるべく切って量を少なめでやってますね。一気にあげるすぎるとやっぱすぐ食べて下痢したりするもんで、徐々に増やしていくって感じですね。やっぱこの草も大事ですね。最初の草、やっぱ胃袋を大きくするためになるべく草を食って腹作りをしてもらって、そこから量を食えるように徐々に濃厚飼料とかああいうのをかけていきますね。もう大きくなったらもう大体8キロ、9キロマックスで持っていくんで、結構な量食わしてますよ。この牛今治療にかかってるんですよ。実際言うとちょっと熱があってね、まだだけど元気そうですね。まだ薬が効いて、このゾーンは大体特産っていうやつですね。特産松阪牛って、こいつが令和2年生まれなんで、34567 年生きてますね。60ヶ月の牛ですね。なかなかいないと思いますよ、こんな60ヶ月っていう牛は。こう寄ってくるやつは可愛いですよね。ちょっと鬱陶しい時もあるんですけどね、懐きすぎていいお肉になってくれなっていう思いですよね。だからやっぱ感謝ですよね、牛に。僕らはこれを食べて生きているんで、食べ物を大事にしないとね。休憩しましょうかね。長井さん休憩しようか。作業はみんな今から小川を取りに行く人もいれば、堆肥取りをする人もいれば、
まあみんな分かれてですね、多いんで。気をつけてやってよ。上と落ちないように。風呂はガソリン入ってました？あれ？もう壊れて、これつけないと扇風機が吹かないもんで、ベルトが切れちゃって、それをつけて回さないと牛がバテるもんで。だからまあこれも早くつけないとね、社長怒ってきますよ。なんで回しないんやって多分怒ってきますよね。だから早めにつけんといかんですよ。おはようございます。よっしゃ。こっちに勤めてた沖縄の人がいるんですけど、小学生の頃から仲良くて、その人はもともと長田屋で働いていて、その人が長田屋の社長を紹介してくれて、その方が「いい社長だぞ」っつって「絶対ついていけばゆくゆくは花を咲かしてくれるぞ」って言って、あの人は花咲かじいさんだっていうことで、僕も最初何言ってんのかなって分からなかったんですよ。で俺もそこで花を咲かせてくれてっていうことで、それがきっかけですね。川上しかいない。それは牛としたらやっぱり1ヶ月に1回は餌の食わん時が出てくるんです。みんなメスやから。その時にこれは発情やなとか、これはなんか体調おかしいのなとか、やっぱりその見極めが川上君がするんですね。従業員見とったら分かるのよ。従業員30年経つけどほうきを持っとる姿見たことないとか、川上君はそれはできる。何でもする。やっぱり僕は従業員も言うんやけど、自分の職業にどんな職業でもええから誇りを持ってプロになれって言うんやけど、なかなか難しい。やっぱり従業員にもよくしてあげやる。お金持って死なれやんよ。ちょっと離れた場所にこう堆肥舎があるんですけど、そこを久しぶりに、僕あんまり行ってないんですけど、今動かしてずっと作らしてるもんで、それをたまに見とかないと機械が故障したりするもんで。やっぱ暑いもんで午前中にね作業を終わらして、で昼はもう暑い時は牛を動かさないようになるべく午前中いっぱいいっぱい動いて、昼からもうゆっくり牛舎に入らないように。いい体気ですね。匂いしないですもんね、全然。これを引っ張ってきてるもんで、これがもう完成したよっていう状態なもんで、これを取り出して外で干しといて、で製品化にしていくんですけど、これ製品で売ってるもんで1袋ホームセンターとかで僕は売ってないんですけど、これはどこですか、お店の隣に売ってるんですよ。この辺が悪い堆肥、今入れたばかりの堆肥、これがどんどんこう製品化させるもので、あれでずっと攪拌させて、これずっとゆっくりこう攪拌させて、ドリルでこう攪拌させるんですよ。で下から空気入れて発酵させて熱を持たせて、どうですか、これでも完成するまで2ヶ月ぐらい完璧にするんだったら、これでどうですか8時間からかかるんですよ、これ全部終わるのに。これがこう質はいいんですけど、これがこうやってやってまだちょっと固まるじゃないですか。これが固まんなくなるとやっぱもうだいぶ水分が抜けきってますよね。これもだいぶもう抜けきってるんですけど、もうちょっとここら辺になるともう固まんない。ほら孫がうどんが美味しい、じいちゃんのうどん美味しい言うてすると作ったり、たまになんとかいうの糸林、ここの冷凍室ばっかり水飲みに来るぞ。はい一服しない。他のことも何でもなろてえな。この前よりちょっと超えたな。嘘やん。お腹触ったらすぐに分かるぞ。牛と一緒や。牛と一緒や。
お腹触ったらすぐに分かる。だから島の方に行って、まあ、社長の自宅の方へ行ってそこへまた浜辺っていう感じですかね。家は材木は宮崎のシーバーっていう山奥で切り出してきた木がよくありますよ。広いですよ。だいぶ広いですね。ちょっと変わった家だ。こだわりやで。まあこんなんはないと思う。床柱ええよ。これ牧の木や。これシーバーの山中にある。木が落ち着くと思ってね。あれ床柱。塗ったのが出版やな。あれはそのままの原木でこうやった方がよかった。あれ塗ってあるもんで、ちょっともう一つやけどね。これ米。ここ前。まあわしが食うとスズメ寄ってくるぞ。今いないでしょ。それからこちらスイカ、お姉ちゃんこれスイカもやっとんや。スイカあれようけなっとるでしょ。スイカようけなっとるんですよ。これハスの花これ。綺麗やろこれ。友達は庭木屋さん、植木屋さん、お城の石垣を積む人も同級生の友達におるのよ。でその人が入り口の石からなんからみんな敷石を作ってくれました。私のここはもう3時半からの場所や。で僕の場所で魚釣っとるもんで、どうですか？おお、来た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 。アジアアジアアジア。もう上がってくる時光って上がってくるから。ああ釣れる釣れる。あんたの腕次第や。店はですね、やっぱり美味しい牛肉、やっぱり自分で生産して販売して、ここでレストランもして、一人でも多くの人に召し上がっていただいて、夢がありましたね。こういう店がいいねっていうような、やっぱり心に残るようなこの雰囲気の店を頭に描いてました。これサーロイン、これリブロース、牛のホルモン、こちら、これ牛の三角バラ、これ座布団。これでいろいろな何頭かの種類で作ってある。一頭の牛でみんな作ろう言うてはなかなか無理です。俺は生ビールくれるから、ちょっと半時間は家行かんと待っとる。冷ます。あ、お疲れ様です。お疲れさん。うまっ。美味しいですね。仕事の後は美味しいね。美味しそう。綺麗やなやさ。そうですね。うん。これロースですか？それはロース、サーロイン。美味しいですね。さっぱりしてね。情緒が美味しい言うんやで、絶対美味しいと思うぞ。一つ屋さんあるんやけどな、はい、あんたとこのあんな子供をさ、うちの孫の旦那さんに一緒になったらいいなと思う気はそれがもう心に思っとるけど、今言いますけどな、はい、あんな立派な人と巡り合うたらいいなと、あんな子がおったらいいかなと思ってな、はい、僕は初めて言うんやけどな。まあね、うちの子もじいじ大好きなもんで、松阪肉を守るためには今の若い人がそういうような松阪肉っていう誇りを持ってですね、やっぱり勉強せにゃダメ。子供さんがね、お宅のお肉やないとねダメやって言うんですって言うてくれたらもう OK です。私はもう全然何代も続いとる肉屋でもないし、自分一代やから、まあ家内と一生懸命で頑張ってきてね、あとはもう孫が後継いでくれるように、子供と孫が継いでくれるようにしていただいたら僕はいいと思う。